今回は、ソニックスーパースターズに登場する過去作のオマージュをまとめていきます。がっつりネタバレを含むから、未プレイの人は注意だぜ。まずは初級編、割と気づきやすいオマージュから。最初にご紹介するのは、今作のボーナスステージについてです。今作では、リングを50枚以上持った状態で中間ポイントに触れると、ボーナスステージに挑戦できます。ここでは回転するステージをうまく進んでいき、ゴール地点にあるメダルをゲットするのが目的です。そしてこのボーナスステージの構成が、ある過去作品のオマージュになってるんですね。これはわかりやすいオマージュだぜ。このボーナスステージの構成は、初代ソニック・ザ・ヘッジホップのスペシャルステージと同じです。回転するステージを進んでいくというゲーム性だけでなく、コース各所にある色々なギミックも再現されています。例えばアップ、ダウンと書かれたブロックに触れると回転速度が変化し、R と書かれたブロックに触れると回転方向が変化。星マークのブロックに触れるとジャンプするという点も、初代ソニック・ザ・ヘッジホップを忠実に再現していますね。もちろん過去作から引き継いだギミックだけではなく、今作初登場のギミックも盛りだくさんです。例えば触れると新たなコースが出現するブロックや、コースがぐるりと回転するブロックなどもあり、過去作からしっかり進化しています。ステージ数も多いので、ミニゲームとしてかなり遊び応えがありますね。ストーリークリアには関係ないけど純粋にミニゲームとして面白いから、ぜひこのボーナスステージも遊び尽くしてみてほしいぜ。続いてのオマージュは、ゾーン9、サイバーステーションのボス戦。このボス戦では、エップマンが連れてきたロボットと対戦します。さらに後ろからはエップマンが追いかけてくるので、常に前に進みながらの戦闘を強いられますね。これも知ってる人ならすぐ気づくオマージュだな。このボス戦は、ソニック・ザ・ヘッジホップ CD のメタルソニック戦のオマージュです。戦闘スタイルは異なるものの、後ろからエップマンが追いかけてくる点や、背景の雰囲気などがそっくり。またボスの放ってくる突進攻撃も、メタルソニックの必殺技、オーバードライブを彷彿とさせますね。ソニック CD のメタルソニック戦は本当に楽しいから、これはファンからするとテンション上がる。ちなみに、ここで戦うロボットはマルチプレイのアバターになっているので、アバターをメタルソニックの見た目に変更すれば、よりソニック CD 感が強まります。これは完全にソニック CD。あの名勝負が蘇るぜ。続いては、ゾーン10、フローズンベースアクト1のラストを見ていきましょう。ここではソニックたちが宇宙にあるエップマンの基地に乗り込もうとするんですが、その時使う乗り物が、エップマンの愛機、エップモービルになってるんですね。よくエップマンが乗ってるやつだな。しかも操作キャラによって、ここで出てくるエップモービルのデザインが変わるんです。例えばソニックでプレイしていると、ここでは初代ソニック・ザ・ヘッジホップのエップモービルが登場します。そしてテイルスでプレイしていると、ソニック・ザ・ヘッジホップ2のエップモービル。ナックルズだと、ソニック3&ナックルズのエップモービル。エミーだと、ソニック CD のエップモービルになります。各キャラが初登場したゲームのエップモービルになるんだな。その通り。ちゃんと各キャラにゆかりのある作品からオマージュしてくれてるんですね。ファンサービスが凄まじいぜ。ちなみに、今作の5人目の操作キャラ、トリップ・ザ・サンレーザーでプレイした場合は、ソニック3&ナックルズのボス戦で登場した機体、フレームモービルになります。トリップのが一番強そう。初級編ラストのオマージュは、ゾーン11、エップフォートレスに登場します。ステージ序盤のこの箇所で窓の外を見てみると、なんとソニックフロンティアのラスボス、ジエンドが浮かんでいます。これほんとビビった。ジエンドといえば、ソニックフロンティアの黒幕にして、かつて古代人たちの星を滅ぼした恐ろしい存在です。自らを星の最低者と名乗り、これまで数多くの星や生命を滅ぼしてきました。ジエンドがいるのに気づいてから、ここを通るときやたら緊張するようになったぜ。ちなみにこのジエンドは完全にファンサービスのようで、ソニックフロンティアの脚本家のイアン・フリンさんが、あれはジエンドではないと発言しています。ジエンドのそっくりさんってことか。ややこしい見た目しやがって。ここからは中級編、気づいたらかなりのソニックマニアなオマージュを紹介します。まずはゾーン2、スピードジャングルのステージギミック。ステージの至るところにあるこのギミックが、とある過去作のオマージュになってるんです。これどっかで見たことあるな。このギミックの元ネタは、ソニック CD の第6ステージ、スターダストスピードウェイのギミックです。ああこれだこれ。ソニック CD は初期作品の中でも特にスピード感がありますが、さらにその中でも特にスピード感を感じられるのが、このスターダストスピードウェイですね。ただこのギミックは速すぎる上に若干迷路のようになっているので、どっちに進めばいいのかわからなくなることもしばしば。無限ループにはまって抜け出せないこともあったな。そのような要素もしっかり再現されていて、今作でもただぼーっと眺めているだけでは、永遠に進まなくなる箇所があります。そんなとこまで再現してるのか。確かに苦しめられもしましたが、それでもこのスピード感はやはりソニックならではですし、うまく進めたらめちゃくちゃ爽快感があります。個人的には嬉しいオマージュでしたね。続いては、ゾーン5、ラグーンシティに出てくるオマージュ。このステージはシリーズおなじみの水中ステージで、特にアクト2ではかなりの時間水中を進むことになります。そしてその中で、このような泡に包まれて進む箇所があるんですが、このギミックが過去作のオマージュ。このギミックは、1994年にゲームギアから発売された、ソニック&テイルス2で初登場したものです。
ソニック&テイルス2はソニックシリーズの中では外伝作にあたりますが、非常に色々な新アクションが盛り込まれており、本編顔負けの面白さを誇ります。そしてそういった新アクションの中に、この泡に包まれて進むアクションも含まれていたんですね。ちなみに、2007年発売のソニックマニアというゲームでもこのアクションが実装されていたので、こっちで見たことある人も多いかもしれないですね。水中にいるときは定期的に息継ぎしないと溺れちゃうけど、この泡の中にいれば息継ぎしなくても平気だぜ。実家のような安心感。ちなみに余談ですが、今作に登場するファングが初登場したのも、ソニック&テイルス2だったりします。ゲームギア作品からもネタを引っ張ってきてくれて、嬉しい限りですね。続いては、ゾーン9、サイバーステーションに登場するオマージュです。このステージのオマージュは、こちらのギミック。配管に入ると、ソニックたちがデータ化されてアンテナのようなパーツを移動するようになります。これも見覚えあるな。このギミックの元ネタは、ソニックマニアの第3ステージ、スタジオポリスのギミックです。ご覧のように、ほぼ同じ動きをしていますね。このソニックマニアは、もともとソニックファンだった人たちが中心となって作り上げた、いわば公式同人ゲーム。そのため過去作のステージをアレンジしたものが大半なんですが、このスタジオポリスはその中では珍しい、ソニックマニアオリジナルのステージです。ですがこういったオリジナルステージも非常に評判が良く、このアンテナを移動するギミックも斬新で面白かった思い出があります。そんなギミックが今回復活してくれたので、見つけた時はテンション上がりましたね。この勢いで、2D ソニックおなじみのギミックになってくれたら嬉しいな。続いては、ゾーン4、ピンボールカーニバルに出てくるオマージュ。このステージにはその名前の通り、至るところにピンボール台があります。そしてこういったピンボール台には、どこに向かったらいいか迷わないように矢印を設置してくれているんですが、この矢印が過去作のオマージュ。この矢印の元ネタは、シリーズ初期に発売された、ソニックスピンボールという作品です。ソニックといえばピンボール型のミニゲームがおなじみですが、それが初めて登場したのがこのゲーム。このソニックスピンボールでは、ピンボール台の至るところに隠されたカオスエメラルドを集めて回ります。普通のピンボールゲームと違って色々な場所にソニックを飛ばす必要があるので、かなり難易度が高いゲームですね。そんなソニックスピンボールの攻略をアシストしてくれるのが、ステージ中に設置されたこのガイド。このガイドに沿ってソニックを飛ばせば、仕掛けやカオスエメラルドの場所にうまくたどり着けるようになっていました。ソニックスピンボールは一つのステージがめちゃくちゃ広かったから、このガイドが本当に役立ったぜ。今作では最悪下まで落ちれば別の道があるので、この矢印はそこまで重要ではないですが、せっかくなので矢印の案内に従ってみるのもまた一興。いろんな道で攻略できるのが、2D ソニックの大きな魅力の一つだぜ。続いては、同じくゾーン4、ピンボールカーニバルのオマージュです。アクト2の中盤に出てくるこちらのピンボール台。この台を上に登っていくと、1台の列車があります。そしてこの列車に乗って先に進むと、なんとその先に、テイルスドールが待ち構えているんです。出たテイルスドール。テイルスドールは、ソニック R というレースゲームに登場したキャラクターです。一応エップマンが作ったメカということになっていますが、頭のアンテナ以外はただのぬいぐるみ。ソニックを油断させるためにテイルスに似せて作ったそうですが、その作りはあまりに雑です。いつもすごいの作ってくるのに、どうしたんだエップマン。病んでたのかな。ちなみにこのテイルスドールは隠しキャラになっていて、とある条件を満たすとまずはこのテイルスドールとの一騎打ちが始まり、この勝負に勝つと解放されるという仕様でした。そしてレースでの性能はというと、スピードが速い上に小回りが利きやすいという、めちゃくちゃ優秀なスペックを誇っていました。偽物組は基本優秀なんだよな。そんなテイルスドールですが、今作での扱いは、各ステージに1体ずつ配置されているゴールドエネミー枠。このゴールドエネミーは、倒すとメダルを出してくれる敵です。このテイルスドールも倒すとメダルをくれるので、一通り戯れたらメダルになってもらいましょう。またレースしような。中級編ラストは、ゾーン2、スピードジャングルクリア後のムービーです。ここではトリップとファングが何やらわちゃわちゃやっており、なんやかんやでファングが罠にかかってしまいます。おろおろしてるトリップが可愛い。ファングざまー。非常に楽しいムービーになってますが、ここにも過去作のオマージュが隠れています。そのオマージュとは、今まさにファングが捕まっているこちらの罠。実はこの罠、2018年に公開されたソニックマニアアドベンチャーズというショートアニメに登場するんです。このアニメの第1話で、ソニックが見事に引っかかってます。今でもソニック公式 YouTube チャンネルで見られるから、気になる人は要チェックだぜ。普通にアニメとしても面白いので、見たことない方はぜひ見てみてください。ここからは上級編です。気づけたら文句なしのソニックマニアだぜ。まず一発目は、トリップのスピンダッシュ。トリップのスピンダッシュは少し特殊です。ソニックたちのようにまん丸ではなく、真ん中に穴の開いたドーナツ型になります。確かに珍しい形だな。他じゃあまり見ない。ところが過去のソニック作品の中に、このトリップと全く同じスピンダッシュをしたキャラクターがいるんです。それは、賑やか探偵事務所の所長、ベクターザクロコダイル。あれ、ベクターのスピンダッシュこんなだったっけ？ベクターを操作できるゲームといえば、皆さんソニックヒーローズが頭に浮かぶと思います。そしてこのゲームでのベクターのスピンは、他のキャラと同じくまん丸。
しかし、ソニックヒーローズから遡ること8年、1995年に発売されたとあるゲームにも、このベクターは登場するんです。そのゲームの名は、カオティクス。なんとナックルズが主人公の、ソニックシリーズ外伝作です。対応機種は、スーパー 32X。なんだそれ、初めて聞いたぞ。スーパー 32X は、メガドライブの周辺機器の一つです。メガドライブの上部に設置するタイプで、装着するとこんな感じになりますね。ちなみに他の周辺機器も同時に付けることができ、例えばメガ CD と一緒に装着するとこんな感じになります。いやでか。この状態は通称メガドラタワーと呼ばれ、メガドライブファンの間で親しまれ、というよりいじられています。以前しくじり先生でも紹介されていましたね。これはもはやギャグだろ。ちょっと話がそれましたが、そんなスーパー 32X 向けに発売された唯一のソニックゲーム。それがこのカオティクスです。そしてこのゲームの登場人物は、主人公のナックルズの他にエスピオ、ジャーミー、ベクター、マイティがいます。そう、チームカオティクスの3人は、実はこのカオティクスが初登場作品なんです。ただこの頃の3人は今と若干設定が違っていて、例えば今は冷静沈着なエスピオが、この頃は短期で虚突猛進だったり、ジャーミーが16歳という設定だったりします。チームカオティクスがこの頃から登場してたの、知らない人多そう。そして、このカオティクスでのベクターのスピンダッシュが、今作のトリップのものと酷似しているんです。ほんとだそっくり。まさかこんなところからもネタを引っ張ってくるとは。これに気づいた人は、孫うことなきソニックマニアですね。続いてのオマージュは、今作の DLC から。今作の DLC の一つ、エクストラコンテンツパックの中に、ラビットスキンというものがあります。これを使うとゲーム中のキャラの見た目がウサギのキャラクターになるんですが、このウサギの正体は、なんとソニックの主人公候補の一人。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグが作られる前、セガの看板となるキャラクターを作るため、当時のスタッフたちは何体かのキャラクターを制作しました。例えば鳥のキャラクターだったり、狼のキャラクター。もちろん後にソニックとなるハリネズミのキャラクターも、この時一緒に作られました。ちなみに、後にエッグマンとなるキャラクターも、この時主人公候補として一緒に作られています。マジでか。そしてその主人公候補の中に、今回スキンとして復活したウサギのキャラもいたんですね。もはやゲームにすらなってないキャラクターなのか。本当にまさかの復活って感じだな。ちなみにこのラビットが採用された場合は、耳を使って物を運んだり投げたりするアクションが想定されていたそう。ただそれだとスピード感との相性が悪いということで、結局はお蔵入りになってしまったんだとか。確かに物掴むためにいちいち立ち止まってたら、スピード感も何もないか。ただそれはそれで遊んでみたかった気はするな。同感です。今回スキンとして復活した勢いで、次回耳を使ったアクションも実装されたら嬉しいですね。上級編ラストは、ラグーンシティに出てくる雑魚敵。この足利型の敵が投げつけてくる樽をよく見てみましょう。エッグマンの顔が書いてあるな。さすがの自己顕示欲だぜ。注目してもらいたいのは、樽の正面ではなく側面です。ちょっと見づらいですが、側面の模様をよく見てみると、赤と白の三角形が並んでるぜ。これはまさか。その通り。この樽の模様は、ソニック3&ナックルズの第4ステージ、カーニバルナイトに出てきたあれです。出た、みんなのトラウマ。このギミックは、上に乗って上下ボタンを押すことでどんどん振れ幅が大きくなるというものです。ただこの使い方があまりに分かりづらかったために、先に進めなくなって積むプレイヤーが続出。このギミックは一気にみんなのトラウマとなったのです。あまりに有名になったから、ソニックオリジンズの背景にも登場してたぜ。にしてもこれは、あまりに気づきづらいオマージュだな。もしかしたら、この気づきづらさも含めてオマージュなのかもしれないですね。最後は、気づいた人は重症マニア、超上級編をご紹介。まずはゾーン8、ゴールデンキャピタルのループ。このループの模様が、実はオマージュになってるんです。この模様の元ネタは、ソニック開発時の初期アート。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグを作るにあたり、当時のスタッフたちは色々な設定画を描いていたのですが、その中の一つに、今ではソニックおなじみとなった360度ループのイラストがあります。そしてこのループの模様が、今作のゴールデンキャピタルに登場したループと全く同じ見た目をしているんですね。ほんとだ、完全に一致してる。ていうかこんなの誰が気づくねん。超上級編はこんなのばっかりですよ。続いては、ゾーン2スピードジャングルに登場するこちらの雑魚敵。この敵はスプラットという名前で、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグに登場するはずでしたが、ボツになった敵キャラです。このジャンプする動きも初期から考えられていたそうなんですが、何らかの事情でお蔵入りになってしまったそう。ただこのスプラットは、その後2017年のソニックマニアでついにデビュー。無事日の目を浴びることになります。いや、日の目浴びてないんだが。まあ細かいことはいいじゃないですか。そんなこんなで一部の人にとっては有名なキャラだったりするので、このスプラットも気づく人は気づいたかもしれないですね。続いては、このままの流れでスピードジャングルに出てくるオマージュをもう一つご紹介。このステージでは、このような草むらに入るとキャラに実のようなものがくっつき、そのまま放っておくと爆発してダメージを食らいます。このギミックも、あるゲームに登場したギミックなんです。ただそのゲームは、ソニックではありません。
ソニックじゃないゲームから引っ張ってきてるのか。このギミックが登場したのは、1995年に発売した、リスター・ザ・シューティング・スターというゲーム。このゲームはソニックではないものの、ソニックと同じ制作人が作ったゲームです。2002年発売のオムニバスゲーム、ソニックメガコレクションに隠しゲームとして収録されたこともあるので、知ってる人もいるかもしれないですね。そしてこのリスター・ザ・シューティング・スターの第1ステージに、今作と全く同じギミックが登場します。とうとうソニック以外からも引っ張ってきたか。でもその分気づいた時は感動しそうだ。最後に紹介するオマージュも、ソニック以外のゲームからです。まだあるのか。最後に紹介するのは、ゾーン10、フローズンベースアクト2のボス戦。このボス戦そのものが、とあるゲームのオマージュになっています。そのゲームとは、かつてゲームセンターで稼働していたシューティングゲーム、ファンタジーゾーン。稼働年はなんと、1986年です。うひゃー、今から37年前。っていうかボス戦どころか、フローズンベースアクトに丸ごとファンタジーゾーンのオマージュじゃないか。登場する敵が完全に一致してますよね。これは私も気づかなくて、コメントで教えてもらいました。視聴者の中にも差がいるな。このファンタジーゾーンを実際にやってた方がどれくらいいるかはわかりませんが、ファンだった人たちからするとたまらないファンサービスでしょうね。ちなみにこのファンタジーゾーンは、今なら任天堂スイッチの eShop から買うことができます。興味がある人はやってみてください。以上、ソニックスーパースターズに登場する過去作のオマージュでした。今回はやたら細かいのが多かったな。最後の方とかちょっと引いた。2D ソニックは過去作とのつながりを大事にしていく方針みたいなので、細かいところも拾ってるんでしょうね。ファンからすると楽しくて仕方ないので、これからももっとやってほしいです。今回紹介した以外に、皆さんが見つけたオマージュがあったらぜひコメントで教えてください。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。